釜山の景色がアートすぎる2日目。こんにちは、チュラチャンネルです。お天気に恵まれた釜山旅2日目を今回はお届けいたします。早速チェックアウトしまして、地下鉄乗り場へ向かいました。入場ゲートすぐ横に T マニーカード作成の機械が設置されていたので、早速チャージして T マニーカードを利用し、本日は移動を行いたいと思います。T マニーカードの作成は日本語案内がありましたので、サクサクととてもスムーズに作ることができました。日本の IC カードをチャージする機械と変わらないかなという印象です。ちなみに使用している現金はホテルロビーでワウパスに1万円チャージを今朝行いまして、その時に交通費として現金で2万ウォンを引き出しています。その2万ウォンを使用してこちら e マニーカードを作成しました。では無事にチャージできたようです。出た。ではこれから地下鉄に乗り、すぐ近くのチャガルチ駅へ向かいます。2泊目のホテルがある駅になっていて、そこに荷物を預けるロッカーがあるようなので、そちらに立ち寄りたいと思います。そしてさらに地下鉄で移動をし、釜山のマチュピチュと言われる観光地へ向かいたいと思います。釜山の地下鉄はカラーで路線とナンバーで駅が分かりやすい表示になっているので、初めてのチュラさんでも迷うことなく利用することができました。ではこれからは地下鉄から徒歩移動ということで、今度は道に迷いがないよう地図とにらめっこしながら結構な坂を登っていきます。なんだこの坂道は、すごい急だな。これは車のパワーがかなり必要なはず。さあ頑張って登ります。結構な坂ですが、歩いていると見える景色がとっても新鮮で面白い発見もあって、あっという間に目的地に到着できました。カムチョン文化村に到着です。駅からずっと上り坂だったのでちょっと一息します。目の前にリトルミュージアム、多分このエリアに住んでいた方々の、生活用品を陳列している資料館のようでした。ランタンもありました。そして住んでいた方の建物なのでしょうか。カムチョン文化村は山のふもとにある階段下に形成された集落になっていて、家々がまるで一枚の絵のように美しく立ち並んでいるということで、その風景から釜山のマチュピチュと呼ばれているそうです。テーマのあるホームプロジェクトや路地裏に隠された造形作品ツアーなど、地域の住民たちによって再生された体験観光スポットとして人気の地域になっているそうです。私が読んだ観光案内ページには、あの映画ヒーローのロケ地になったということも記されていました。
ご覧ください。この可愛らしい家々。カラフルで海まで景色も望めて、とっても素敵な時間でした。素敵。街を歩いていると、隠しキャラのようにお人形が立てられていたり、陶芸のお皿が埋め込まれていたり、可愛らしいイラストや人気アイドルの絵が描かれていたり、おみくじがあったり、美味しい食べ物が食べられるお店があったり、そして地元料理、韓国の民族衣装をレンタルしてくれるお店があったりと、魅力的なお店がたくさんありました。そしてインスタグラムでもチェックして、どうしても会いたかった星の王子様に会いに行きました。それでは星の王子様のご登場です。すっごい行列です。大人気の星の王子様と出会えて感激でした。釜山にはこのように星の王子様に会えるスポットというのが数カ所あるそうで、星の王子様巡りを楽しまれる観光客の方もいらっしゃるそうです。では、いよいよ文化村を移動しまして、2つ目の観光スポット、本土ヘサンケーブルカーを目指しました。真っ青な空にケーブルカーが移動していて、一生懸命手を振りましたが見えていたんでしょうか。日本ではロープウェイという呼び方が馴染みがありますが、韓国ではケーブルカーと表現するそうです。では、その乗り場までまた坂道を登らなければなりません。ここは早道、階段を上がります。ロープウェイは往復楽しめるんですが、もちろん片道でも大丈夫で、今回はスカイパークという公園側から下るような形で街を目指したいと思います。片道利用ですね。そのケーブルカーを目指してきたんですが、なぜかケーブルカー乗り場の公園がこのように動く恐竜、ゾンビがいたり、風が吹くときれいにくるくると回る風車があったり、ゴリラの鳴き声がどこからともなく聞こえてきたり、とっても賑やかで映えスポットが本当に盛りだくさんだなという、なかなか先に進まないエリアになっていました。なのでケーブルカー乗り場を目指す際にスカイパークをご利用の方は少しお時間余裕がある方が写真がたくさん撮れると思います。そしてここにもいらっしゃいました。星の王子様登場です。ご覧ください。これ全部写真撮影スポットです。
全ては撮影できなかったので、気になったスポットは手当たり次第チャレンジしました。そしてようやく多分1時間ぐらい写真撮りまくってたと思うんですが、その後ケーブルカーという形で無事乗車できました。緑と青い海が望めるエリアから街の方へ移動していくというこのコースは、自分的にはとてもいいコースをチョイスできたなと思いました。たまたまですけどね。たどり着きました。怖い。なかなかの高さです。時間があれば公園のふもとエリアの海沿いの遊歩道を歩いてみるのもいいなと、ケーブルカーから見下ろしながら思いつつ、青い海と高層ビルが見られる釜山の街並みをしばしケーブルカーから楽しみました。ケーブルカーで楽しんだ後はチャガルチ市場にお散歩にお出かけしました。海産物がたくさん並んでいる市場で、路上でも建物内でも市場の方でも飲食店でもたくさんの海産物を見ることができました。夜はこちらの市場で晩ご飯を楽しみたいと思います。とりあえずランチは入りやすそうなお店があったので入店してみました。たまたまなんですが、釜山のナムコソルロンタンというお店で、ソルロンタンが美味しいお店として口コミがすごい高いお店で、たまたま入ったんですがすごいラッキーでした。本当に美味しくて、白いご飯をこのスープにつけて食べるのが最高でした。キムチもどれも美味しくて、次は友達も連れてこようと思いました。お腹も満たされたので荷物を受け取りにコインロッカーへ移動します。地下街へやってくるととてもにぎわっていて、このようにキャンプ用品を売っているお店やバッグ、靴、婦人服、いろんな専門店が並ぶ福岡でいう天神地下街のような雰囲気でウィンドショッピングが楽しめました。2泊目のホテルのすぐ近くにビップ広場、先にチェックインを済ませます。かなりお安く泊まれたホテルだったんですが、1階にはコンビニがあったりスターバックスも入っていましたし、ロビーはこのスマートキーがなければ客室のフロアに入ることができない作りになっているので、セキュリティも安心ですし、景色はいまいちのお部屋でしたけれども、しっかり釜山ダイヤモンドタワーも見えていました。ちなみに読めない釜山の文字は Google の翻訳アプリを活用しました。写真を撮って説明を読んで、ようやく冷房を入れるという流れです。コンセント事情もやはり日本とは異なっているので、釜山の旅行に備えて Amazon で変換プラグを購入していました。こちらですね。
1泊目のホテルでは日本と同じプラグだったので使用しなかったんですが、2泊目はやはりこちらを使ったので買っておいてよかったなと思いました。けどなんかはめ込み具合が緩いような気がするんですよね。このプラグだったからなのかなという感じですが、充電できたのでまあいいかという感じです。ではお出かけして先ほど見たリップ広場へやってきました。屋台が並んでいて、オリーブヤングのセール 70% オフが見られたんですが、ちょっと美容に興味がなくて入りませんでした。ごめんなさい。それよりも街をちょっと歩きたいなという気持ちがブラブラしていきます。きらびやかで人手もあってにぎわう都会的な街がこうやって焼き物屋さんがあったりして、昔ながらの一面も見られてとても楽しいお散歩でした。日本語もたくさん見かけました。そしてクリスマスの準備が進んでいる中、韓国を代表するデパートロッテ百貨店へ訪れました。目指すはその屋上フロアです。無料開放されているということで、日が暮れ始めたこの時間からはきらびやかな夜景が楽しめます。訪れている人も少なく、穴場的な展望フロア、しかも無料ということで、お時間のタイミングが合う方はぜひ。ファッションストリートを歩きました。ビッグ広場まで戻るのですが、道筋には可愛い洋服屋さんやカフェが並んでいて、時間があれば立ち寄りたいスポットばかりでした。ビッグ広場ではこのように足元に著名人の方々の手形が埋め込まれていて、ついつい手を合わせたくなりました。食べ歩きも有名ですが、この時は屋台には立ち寄らず、チャガルチ市場に戻り、こちらのヒラメ刺身定食の文字に惹かれて入店したお店で晩ご飯です。きれいでしょ。お通しって言っていいのかしら。これがまたいろんな種類が出てきて全部美味しかったです。帰りにはホテルの近くでダイソーを見つけまして、大好きなキャンプギアを買いました。で、2泊目のホテルもたくさん夜になるとチラシが置かれていて笑っちゃいました。では晩酌です。今宵は1階のコンビニで買った生マッコリとかっぱえびせんで楽しみます。いよいよ明日は最終日です。どこに行こうかまだノープラン、いろいろ作戦を考えて生マッコリを楽しみたいと思います。かっぱえびせんも美味しかった。それでは次のビデオでお会いしましょう。
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again.